じゃあ続いてね、これらの構造の簡単な働き見てみましょう。さっきも言ったけど、磁覚っていうのはデコボコしてて、いろんな方向から来る音波を反射して外耳道に導く働きを持ってます。だから僕たちってなんか聞きにくい時に「何何?」ってこう手を当てるじゃないですか。これは疑似的に磁覚を大きくしてるんですよね。だからもしかしたら意味がとってもあるのかもしれないですね。でここから音波がやってきて、でまずね鼓膜が揺れますね。空気の振動が鼓膜の振動にね変換されます。鼓膜が揺れます。するとこの土絹田あぶみっていう耳小骨がね、そのね鼓膜の揺れをね増幅させるんですね。テコの原理を使って増幅させるんです。あんまりいい例えじゃないんだけど、これテコの原理を使うと振動がね増幅、できる振動を増幅できるんですよ。例えばこれぐらいの小さな振動、これぐらいの小さな振動をテコの原理を使うと、僕、手を、これだけしか動かしてないけど、ほらね、僕が手をこれだけしか動かしてないけど、このなんていうの、矢印の先っちょはとってもこんなに動くじゃないですか。手をこんだけのちっちゃな振動がこんだけの大きな振動にこういうふうにテコの原理を使うと、増幅できるんですね。こんな仕組みが実は耳小骨にあって、鼓膜の振動を、何倍にも増幅してくれます。でその振動が渦巻き管に伝わるわけです。でこの時間っていうのは普段はねこの時間って閉じてて、この個室、このお部屋、この個室と、外の、我々のこの空気がね接さないようになってるんですよ。だからみんなエレベーターとかでものすごい、高いところに行って外気圧がものすごい急激に変化すると耳の奥が変な感じするじゃないですか。それってこの鼓膜が歪んじゃうんですよ。ここ閉じてるんで個室の気圧と外気圧がものすごい差ができてきちゃって、鼓膜とかが歪んで違和感を覚えるって今考えられてるんですよ。だからその時にゴクって唾飲むとこの時間が開くんでね、ゴクって唾飲んだりするとこの時間が開いて外気と個室内の空気がつながって、気圧の差がなくなる。すると元に戻ることが多いよね。だから、ものすごい高いところに急激に行った時に耳がなんか変な感じだなと思ったらゴクって唾飲むと治ることがあるよね。それは時間を開いて個室の中の気圧と外気圧をこう一緒にしてるんですね。じゃあまずここまで、目の耳の、自覚、時間と、耳小骨の、働きでした。